ティグラドデジョンです。今回は5日アップからやっていきたいと思います。クイーンワーカーズステファニー vs JD スポーツというわけでね。招待されたチームが8クランと、予選を勝ち上がってきた8クランの合計16クランで最終的なベスト16やっていきたいと思います。クイーンウォーカーズの方はね、招待されてるのでベスト16からですね、初戦やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行クイーンウォーカーズの方からガクのスーパーボーラーということで見ていきましょう。シューターセット、おでひ展開からの隣にシューターを置いていくスタイル。おでひの方でね、対地クロスの方のタゲを取れるので、シューターの方にダメージがいかないっていうところでね、結構レジェンドリーグとかでも見る形なんですけど、おでひとこのシューターのね、シナジーというか組み合わせがめちゃくちゃいいっていうところでね、おでんの方でターゲット取ってヒーラーが回復してくれるので、実質ノーダメージでシューターを守ることができつつ、おでひって結構時間のかかる戦術なんですけど、これシューターがサポートしてくれることで結構ね、時間も済む。短めに済むっていうところと、これもう対地クロスで成り立ってる、このシューター警戒の区画なんですけど、これおでんでターゲット取っておいてくれたおかげでね、もうシューターがめちゃくちゃ無双してますよね。おでひが2つ、隣でボボーンとやってるようなイメージなので、これはどこまで行くかな。もう、宝石折れますよ。はい。迫撃砲まで切りつつ、シューターは左の方に流れて、ここでスタートしていく流れ。もう出だしのアドバンテージはえぐいですね。さあ、アイゴレタゲ取りつつ、スーパーボーラー展開。もう1アイゴレ追いで出していく。さあ、逆サイドは、ね、おでひがね、3時側を削ってくれたので、12時最後からキングネクロを出すことで、スーパーボーラーたちはしっかり中心部に進んでくれるというような形が出来上がっているというイメージですね。テスラも内側2連巨爆、これはちょっと怖いとこですが、トームはまだ貯めて、サンホールが結構終点気味に残ってるんでね、終点気味というかもうほぼ終点で残ってるので、ここまでね、ユニットを連れていかなきゃいけないんですけど、タウンホールの爆破にね、トームを合わせるっていうのは結構無理があるので、この距離だと。ユニットが生き残るように序盤で打っていくのがいいのかなっていうところで、いいタイミングで打ってましたね。さあ、タウンホールの方に誘導していく形。シューターの方は6時まで降り切れましたね、中見込みで。ってなると、13時から6時まで、ほぼ兵器とおでひでね、削り取った形。さあ、貫通していってロイヤルチャンピオンの方にレイジフリーズも1枚あるので、能力もあるしね、圧倒的ですね。おでひとね、このシューターのね、組み合わせがめちゃくちゃ良かったですね。これはぶっ刺さった素晴らしいプラン。ガーサス。対戦相手は、トツウィズラバルかな。トツウィズラバルやっていくような形になりそうですが、まずはラバハウンド展開からのヘイストまで乗せて、これボムターン狙ってますかね。ボムター破壊を狙ったような突撃艦で、これを先に罠解除だったり、ボムターがないということで、スーパーウィザードがここ安定に通ると。いい。突撃艦の落下ダメージ入れましたね。援軍処理も兼ねたところで、美味しいと見て、爆破に合わせていきましたね。強い。タウンホール、援軍釣り、ほぼ処理。その分、ヘイスト一発とラバハウンドを使ってるんで、使用したユニットは結構多め、撃つんですね、ポイズン。からの、アイゴレヒーロー展開と。インビジブルもまだ2発余ってるんでね、これはヒーローも伸ばしていくような形が取れそうですが、タゲキングで取れちゃいそうか。クイーンはクイーンの方に来てくれた。さあ、インビジブル。強いな。いや、このまま左に流れてくると、めちゃくちゃ強いな。マルチまでキングで行かれて、ロイヤルチャンピオンも使われてないですからね。ラバルが合流そうですね。そっちから、テスラモリ。ありますが、ピストでマルチおられつつ、ちょっと止まってはいるけど、まだラバ1残ってるんですね。クイーンクローク、これは壁で腐ってね、マルチがアーチャーとかしてくれたんで、シングルも当たりやすい環境、クロークは腐りましたね。さあ、オイラバストライカーかけていって、これがどうなるかというところ、真ん中マルチがちょっと孤立で残りそうなんで、こいつが無双しそうな予感。フリーズがまだあるな。ロイちゃんいんのか。バルーンに対しては強いんですけど、ロイヤルチャンピオンを落とす要素がないと、
きついな。どうだろう。ただ、クロスもね、残ってるし、お、これいい当たり方じゃない？シングルも入った。インビジブル。バルーンがすごい上手いな。隠れていって、シングルのタゲはバルーンが受けてくれている。ロイヤルチャンピオン能力はないんでね、マルチまでおられるかどうかにかかってますが、これはさすがにおられてしまいそう。クロスボウも下で頑張ってるんですけど、どうでしょう。ここはトルネード、巨爆？あ、ちゃいた、頑張れ。いや、微妙。なんかないか。バルーンは潰せないな。HP 高いな。おでんついてる。いや、惜しいな。結構ギリギリな展開ではあったんですけど、押し切られていって、相手も全開を返していきます。さあ、星さん。結構ね、呪文、最初にユニット呪文も割いてくれたので、最終的にマルチに苦戦してね、結構バルーンは落とせたんですけど、防衛ギリギリできなかったですね。やっぱロイちゃんをラバルパートに混ぜれると強いですね。ホームも打てるし。純正ラバルっぽい。シューター型。6時にまず置いてって、迫撃砲がすぐね、あるんでね、馬場でタゲ取るのか、それとも全く関係ない。取るのか、シンプルに近くからスーサイド始めていくのかって形でね、迫撃のタゲ取りはやっていくと思うんですけど、そうですね、ユニット的にババリアン持ってきてたので。さあ、もうワンバーバリアンを置いていって、ここは時間焦らず。削りパート。ベビドラ強いな、逆サイド。ビズトを壊して、大砲壊しての。テスラだったりがなかったので、これは、ベビドラがめちゃくちゃ強いな。さあ、これは、クイーンでタウンホール3つキングで、投石クイーンを見ていくような形。シューターが6時で、形作りをやってくれるようなイメージですね。さあ、アイゴレがいいタイミングで入ってくれて、これはクイーンの方も簡単に処理しつつ、ロイちゃんをどうするかですね、あとは。クイーンは完璧な誘導、タウンホールの方に向けていきつつ、ここはマルチ狙いに行ってますね。援軍かからないっていうところで、援軍を無視したようなルートにはなってます。さあ、速攻クロックからのロイヤルチャンピオンの方もインビジブルで守りに行きますが、どうだ、もう1枚ある。ギリギリですが、ちょっとインブ早かった感はなくはないが、イーグルいっちゃうか。シューターがただでも、下サイドがっつり削ってくれてはいるので、イーグル折れれば、でかいが惜しい、ギリギリ。いけば倒れるイーグル砲にはなってるんですけどね。さあ、これガーゴイルしっかり当ててますね、相手の。うまい。ストライカーに対してはガーゴイル。シューターからは、ライダーが出てきて、ちょっと詰まってきたところ、ただウォーデン追いついていって、ここはヘイスト。突撃と違ってね、呪文は豊富にあるのでね、ヒールがまだあるというところで、フリーズもめちゃくちゃありますね。さあ、裏もフリーズかけていきつつ、中心はそうですね、罠とか出てくるんですけど、フリーズで固め続けて、範囲ダメージのものが入らず、ここに対して絶望のヒール。おー、赤バクは、固まってたらちょっと面白かったですけど、結局そこにもヒールがあるんでね。展開で確定でしたね。これプランが強かったね。ベビードラのサイドカットもめちゃくちゃ強かったし、シューターも爆伸びでしたね。あんまりラバルでこういうルート作りのね、シューターって使われることが少ないんですけど、いいシューターでしたね。さあ、これは12時の方が残っていって、ソラスケ出てきますが、GG と。さあ、モドルチェッコ。クエイクが1枚入った形のクイヒラバル。さあ、ジャイアントでターゲット取っていきつつ、逆サイドスニゴブカットすることで、これはタウンホールまでの9時インを狙ってますかね。バスターだとこれは、ウッドランチャーだとシンプルに、ウッドランチャーで、タウン裏の穴開けて、これ、ウッドランチャー強そうだな。シングル IT 壊しつつ、この作りは、いいホーミングチェック。投石2本を、狙いに来るような形かなと思います。警戒してますね。
援軍細かいのが事前に釣れるのはシングル IT を考えるとね、かなりいい。さあ、ここは、ウッドランチャー、ストライカー見て、被る位置で投げてきたわけではなく、少しずれてましたが、やはりウッドランチャー型、ここはフリーズが必要になりますね。さあ、ホーミングチェック結構ね、序盤に出たので、念入りにやって、赤枠もありそうですからね、タウン裏。さあ、ここ、レイジかけますが、危ない。フリーズかけなきゃ黒くが出るようなタイミングでしたね。さあ、しっかりバルーン入れていくことで、タウン裏の空罠警戒をしていきますが、オール空系だったんでね、一瞬で溶けていきましたね。実質ここのウォールブレーカーみたいな意味合い、あとシングル IT か、にダメージ与えたぐらいな感じなんですけど、この道通った後のルートがバカ強いね。クエイクも一発持ってきてることでね、かなり、大工警戒であったり、道が、これ奥、マルチの方まで続いちゃってますね。キングもめちゃくちゃいいルートで、これはロイヤルチャンピオンに向かっていきそう。リストでこれは対空降りつつロイちゃん処理、そしてロイヤルチャンピオンも合流していく。激強い、そして初手ラバーまでかけたレイジトーム。うまい。これは強いな。インビジブル1枚と、さあどうなる？クイーンクロークで時短をしていきつつ、インビジブルを使うことでロイヤルチャンピオンを延命するイメージでしょうか。ロイちゃんはただ能力が使い切ってるので、ここで落ちていき。さあ、テスラモリ。リクスケに反応してね、クイーンがなかなか壁破ってくれてないのはいいこと。さあ、時間との勝負ですね。ナイス起爆。アーチャー削っていきつつ、ただ火力は十分間に合いそう。ここも巨爆が入っていって、さあ、というところでまさかの 99% 防衛。でかすぎる。さあ、カズマくん。51天才のクイヒラワル。シングル折りですね、さすがに。さきました。ギリギリかからないラインから。さあ、これ削ることでガーゴイルで簡単にこの大砲を削ることができると強い。しっかり行かせたい方向に誘導ができており、これはタウンホールの方をスニゴブやろうとしてますね。確かに外周部の資源系の施設がこれで削れるので、タウンホールが剥き出しになりますね。スニゴブがやりやすい環境。ちょっと援軍、軽いとこで釣れたから、だるいな、そのアーチャー。一歩動くな、これは。ガーゴイル投げるとタウンホール打っちゃうんでね、ちょっと一歩動きましたね。タウンホールの方入りますかね、これは。入るとヒーラー、うわー、これだるいぞ。インビジブルで隠して早く右に行け。ナイス。素晴らしいリカバリー。さあ、ウォールブレーカーを隣につけていきつつ、テスラモリありそう。さあ、ウォールブレーカー中心。ナイスホーミングチェック。しっかり穴開いていきます。できれなかったんですね。おっと天才がミス。これはシングル残って、これしかもフル回復しますね。めちゃくちゃ痛いぞ。危ない危ない。実質、これは壊せた施設は一つのみって感じになっちゃうか。ヒーラーはかからないが、これシングルが被る。タウンホール、迫撃当たっていって、ここはクイーンクロック。大丈夫か？タウンホールの方は大丈夫そう。届きましたね。兵器がまだ最後残ってる状況。トームと兵器、どう使っていくのか。赤爆ヒット？いや、これ痛いな、さすがに。天才ミスったのはね、やっぱ大工2個がね、必死にシングル IT を残してたので、51天才って結構シビアなんで、クエイク先打ちじゃないと結構こういうことあるんでね。
さあ、ギリギリまで溜めて、引きつけてのレイジトーム。この、トーム引きつけたことで、この HP 結構ね、レッドゲージのバルーンも多いんですが、しっかり伸ばしていく。ギリギリまで引きつけて伸ばしていって、ここでボマーが追いついてタゲを取ってくれる。いや、お前らいなければ、これは終点だったんだけどな、もうここが。いや、クイーンも強い。防衛クイーンが強い。そして時間切れ。91%。さあ、対戦相手。クローンが一発入ったラバル。イエティクローンかなわかんないけど。オンソっぽいな。さあ、ラバトツからのホーミングヒットしますが、これ、トツビズだったら痛い。まあ。痛そうではありますが、イエティなので、特に余爆あっても問題ないというところで。いや、クローン効いてるね。シングルまで悠々降りつつ、確実にケアをしていくようなイメージですかね。パーセントがね、さっきが 99% 防衛で、今回が 91% の攻めだったので、まあ、どっかでもう一個防衛が必要になりますね。最低でも。まあ、バルーンは結構使ったし、まあ、呪文の枠数で言えばね、突ビズとほぼ変わらないぐらいのね、クローンなんで。そういう意味で考えると、突ビズと突イエティクローンってやってる枠数ほぼ変わんないんで、まあ、どっちの方がアド取れそうかみたいな配置で合わせてやっていくことができそうですよね。さあ、これは、黒く打つんだ。ワンチャンアイゴレ入るから、奥で黒く打っても、まあ、あんま変わんないかと思ったけど、これ。まあ、あんま変わんないわ。どっちにしろ死ぬ運命だ。まあ、黒く一発分、二発分ぐらいは入ったかもしれないけど。さあ、ロイヤルチャンピオン上側展開中。穴開けましたが、キング、まあ、そこまでさすがに届かずと。どうだラバにもしっかりドームをかけていって、真ん中マルチそうですね、フリーズかけつつ、スケルトンが1枚あるな。ロイちゃんブーメラン、フリーズ、強いな。さあ、ストライカーがただ入ってないの。いや、バルーンのダメージがちょっと入ったか。どうだロイちゃん強え。バックヒット。防衛クイーンの働き次第ですが、スケルトンは処理することができました。さあ、オウルからかよ。おでんからだったらもうちょっとね、時間は短くなりそうだったんですが、防衛、これロイヤルチャンピオンも残ってますよ。クイーンもロイちゃんも処理しないというか、そういうラバルでしたね。さあ、クラウス。でもめちゃくちゃうまかったね。めちゃくちゃではないけど。どっちやねんって感じ。ドツイエティクロンってあんまり日本ではね、馴染みないかもしれないけど、ちょくちょく見るし、純正ラバルでレジェンドやってる人ならね、クローン積んでる人も結構いるんですけど、あんまりないし、純正ラバルってね、難しい戦術なので、あんまり配信者とかでも取り上げてる人は少なめですよね。レジェンドとかだと。これは、やばすぎる。コウモリ3箇所とクランジョーに、一気に、これ、食い火中に食い火中にこれやばいな。スケインブコウモリぶっ刺さって、以前クラウスがね、シングル IT とクランジョーを巻き込む、食い火のスケインブライダーをね、やってね、前回取ってたんですけど、シンプルにこれ、スーサイドとかでも、ね、やばいバリューだけど、これ、タウンホール殴られてますが、溜めていってのフリーズ、これ大丈夫かもうちょっと食らうぞ。うわ、溶けちゃった。フリーズ1だと溶けちゃうっていうのを覚えといた方がいいかもしれないですね。どのタイミングで打っても結構厳しそう、今のだと。逆サイドスニゴブカットしたら、おまけでテスラチェックと。
リクスケルトンが拾うことができました。クイヒールートの火力が少なくて、クイヒーに呪文をあんまり打たなくていいっていう状況がね、まず前提ですからね。さあ、先にトルネード解除。タウン裏って結構あるからね、こういうの。これ強すぎんか。フラン強すぎるな。フランだけじゃないけどね。マジで強えな、これ。うわやば。さあ、残りフリーズ、レイジ、インビジブルが1枚ずつ。クイヒの方もね、黒くあるんでね、これ、レイジどっちを打つか。悩みどこですが、黒くですね、こっちは。中心レイジでロイヤルチャンピオンに相手のロイちゃん処理を見て欲しかったっぽいけど、ちょっとそれていく。ストライカーはここで出して。どうする？ちょっと終盤しんどくなってきたか、さすがに。ただ、インビジブルでクイーンの方は頑張りました。さあ、ストライカーもキングにサポート。ここはブーメランで、ロイヤルチャンピオンにクイーンは行かれますが、これは、ナイスフリーズ。回りきりそうですね。やば。余力だけ見たらちょっとギリギリですけど、最初のアドバンテージやってることやばいだろ。あんまりね、4施設スケイン部って、普通のなんだろう。ラバルとかでもほぼやんないですけどね。いや、うめえな、これ。さあ、やばすぎる。スケイン部、クイヒ。いや、4箇所。クイヒ中だからね、完全に下側、目離しちゃいけないみたいな感じでもないからね。目離していいみたいな感じでもないからね。多少はクイヒの方にもね、意識割かなきゃいけなかったりするんですけど、しっかりその辺のね、罠警戒とかもしつつって感じですかね。さあ、トツイエティを入れて1点群釣りつつイグロってクイヒの方を、いいストライカー。ナイス。今のって黒く自動で出ちゃったのか。ちょっと自分で押してそうな雰囲気だったけど、ワンチャン耐えれなかったかな。でも勝手に出るもんな、今のタイミングって。これはマルチにキング狙ってますかね。ロイちゃんマルチキングユートでウォールブレーカーここつけるんではないのか。ではないんだ。つけていった。キングマルチまで行きますが、さすがに、リックスケルトン反応してるぞ。うわー、マジか。そっちから行くの。うわ、強い方から行ったな。めっちゃ強い方から行きやがった。ヒーラー飛ばないかな。さすがにクイーン。タウンまで取られつつ、ラバルは上から、イーグル砲の方を優先していきましたね。さあ、これどう響くか？いい。ラバが一瞬で弾けて。対空砲の距離感かなり遠いんで、ラバル結構だるいと。さあ、クイヒレージ、フリーズがまだ一応3枚ある。フリーズ打たない。ナイス。これクイーン落ちたの超きついぞ。フリーズ3発でしょ？いやー。ロイちゃんが能力持って回ってきましたね。いや、今の、クイーン黒く吐かしてたのでかいな。生きてたらこれ終点確実に拾われてそうだけど、どうだ？さあ、ロイちゃん能力、呪文は全部打ち切った。いやー、危ねえ。守れそうですね。さあ、これはおでんが孤立していって防衛と。しかもちょっとパーセント低そうになりそう。低そうになりそう。クイーン生き残ってたらいけてましたね、プラン的には。クイーンがね、真ん中、さすがにこの辺までね、レイジフリーズ3発あれば、ここまでは伸びたと思うんで。危ねえ。さあ、防衛が取れて、条件は整いましたと。さあ、ラストアタックやっていきましょう。クイヒライダーですね。97% かな。で、同点かな、欲しい。
勝利条件は星に98、もしくは全開って感じですね。98以上、もしくは全開。まあ当然全開を狙っていきます。あと、ツイエティ、レイジまでしっかりかけていって、ロイちゃん結構削ってくれましたね。いいね。おー、マルチまで降りちゃう？さすがに。しかも援軍は小物系なので、ここは美味しいポイズンかけていきましょう。さあ、全ユニットかけていきつつ、ロケバルの速度も遅いし、スーパーガーゴイルもね、弱まっていくところ。ありがてえ。さあ、キング、6時側、アンホールを取るような目的で出していきつつ、ここはベビーもいい活躍をしている。さあ、ロイちゃん追加からのバルキリーでリクスケルトンを見てもらい、さあ、ここは固めていって、オールブレーカーね、クランジを投げたイメージだったんですけど、一度大工。さあ、もう一回遅れて出していくことで、これはタイミングいいですね、バッチシ。シュインと入っていく。さあ、ロイヤルチャンピオンの方はシングル狙いだ。まあ、シングルは、タウンホールなね。クイーンの方も綺麗に入れば出るところだったんでね、まあ、サポートぐらいの意味合いだったんですけど、真ん中のマルチっていうか、この3点マルチをね、食い火で全部手が届くような形を作りたかったってイメージですかね。食い火の方は問題なさそうなので、ここで一度レイジをライダーの方に使っていきつつ、ストライカーまで添えていったので、最初の区画を突破していきます。さあ、イーグルフリーズ。えげつない量のリクスケルトンが飛んできたので、これはちょっと様子を見ましょう。キングじゃなくてね、リクスケ殴ってるんでね、しっかりタゲを見ていきます。まあ一応クロックはあるんでね、緊急逃げることはできるんですが、クイヒーの勝ちと。ザライダー、インビジブル、ヒーラーがって向けた。クロックフィニッシュで GG と。いや、危なかった。3体編成だったんですけど、全部残ってくれましたね。まあ、ライダー4体とか5体とかいろいろあると思うんですけど、今回のルートなら3体でも足りるなっていうところ。やめ、こういうのが大事かな。さあ、ラストアタック見ていきましょう。まあ、勝利は確定しましたが、ラバルが多いクランですね。最後のアタックもラバルと。純正ラバル。アイスラバ型というところで、キングからのクイーン展開で、イーグル区画ですかね。イーグル区画に流していくようなイメージ。ただ、突撃艦セット。まあ、ウッドランチャーとかでマルチね、狙っていくとかがね、多そうなんですけど、キングは、狙ってたよね、6時区画。サイドカットもしてるし。ただ、入らない。さあ、ロイヤルチャンピオンの、まあ、これはいい、逆に。対策入って、これはキングの方はここで潰れていくと。さあ、ロイちゃんの方もだいぶ HP 削られてますね。さあ、ロイヤルチャンピオン巨爆のせいで能力破壊されていきつつ、クイーンが戻ってきた。ロイちゃん。惜しい。惜しい。宝石残ったらだいぶ激アツだったけどな。ただ、ボマーで最終的にマルチの方に流れてくれたら嬉しい感じかな。そういうボマー。さあ、アイスラバハウンドがトルネを解除しつつ、ここから援軍出てくるのか。さあ、ラバハウンド登場、レイジトーム。タウンポイズン、ギガ使ってくんですけど、ギガギガに使っていったので、これはヒールがないので、この編成。タウンホールラバルするスーサイド結構ヒールがね、使われることが最近だと多いんですけど、ないので、これはバルーン全落ちからのおでんまで干からびてますね。ただその分、レイジが2枚あったので、3軸角突破することができている。いやー、強いけどどうだ、出てきたのはまさかのイエティボマーから。これワンチャンウッドランチャー忘れた説まである。さあ、どうだこれは、マルチ IT が残っていく。さあ、ベビードラが刺されていって、これが通ると防衛、ナイス。通るわけねえよな。通るわけねえんだよな。
たマルチが残ったので、最後も防衛になりそうですね。防衛キングと防衛ラバーハウンドというところでね、時間稼ぎ界のチャンピオンですよ。この2ツートップ。最終的にね、最大の対空防衛施設はキングだって言われる言葉もね、海外ではあるぐらいの。時間切れになりやすいからね、この回収ガーゴイルがキングに捕まって時間切れっていうのがね、タウンホール10ぐらいかな、多かったんでね。さあ、99%。ということで、最終スコア14対12ということでね、結果的には普通に守れましたねというところで。ただ対戦相手もね、ラバル系が多かったりとか、勝ち上がってきたクランなんでね、普通に強かったですね。やっぱ対戦相手もね、テクニカルなラバル系の攻めとかをしてくるようなクランだと知らない対戦相手でもね、すごく楽しく見ることができるみたいなコメントもつきますし、クラクラってゲーム上ね、やっぱ対戦相手がいないと成り立たないゲームでもありますので、相手は重要な要素の一つですね。今回の試合はね、やっぱりクラウスのやつがね、目を引くし、すごかったですね。スケルトンインビジブルが刺さりそうの延長線上で出てきたのがクイヒー。これクロスもいけるくねって、もう4施設。もともとあれはどうなんだろうな。3施設いけるじゃんって思ったんじゃないかな。マルチクラン城は確かに刺さったら強いじゃんこれみたいな感じで。あれこれついでにクロス折れたらクイヒーいけるくねみたいな感じなのかな。プランニングの組み立て方は多分そういうイメージだと思うんで。スケルトンインビジブルがあれめっちゃ刺さる。ここもいけちゃうみたいなことに気づけるかどうかっていうところとその後のプランニング問題で、クイヒーが採用された流れですね。あんまり気軽におすすめできる戦術ではないので、あれなんですけど、もしはね、興味がある方はやってみてください。はい。というわけで今回こんな感じだと思います。チャンネル登録お願いします。その時にお会いしましょう。その